クリームたっぷりなマリトッツォを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はクリームたっぷりなマリトッツォを作りたいと思います。皆さんマリトッツォってご存知でしょうか？最近 SNS とかネット上ですごく話題になってる菓子パンなんですけれども、ブリオッシュの丸パンの中に生クリームがたっぷり入った見た目にもインパクトがある菓子パンです。今日はそのブリオッシュパンから作っていきます。味付けは3種類作っていきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。まずブリオッシュパンの材料からご紹介します。強力粉、お砂糖、お水、無塩バター、卵、塩、スキムミルク、ドライイーストです。ブリオッシュパンはこちらの材料で作っていきます。バターと卵は常温に戻しておいてください。早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、卵を溶きほぐしてグラム計算をします。そして溶きほぐします。で、卵はね、しっかりめに溶きほぐしてください。このように溶きほぐしてください。それではグラム計算します。今回パンに使うのが 35g ですね。はい、ちょうどですね。こちらの余った卵はつや出しに使うので、ラップをして冷蔵庫で保存しておいてください。卵液の準備はこれで OK です。それでは大きめのボウルに強力粉と、ここに塩、そしてお砂糖、そしてここにスキムミルクを入れます。このスキムミルクなぜ使用するのかと言いますと、こちらはミルクの風味付けと香り付けになります。でもしですね、スキムミルクがないよっていう時は牛乳で代用していただいても大丈夫です。牛乳で代用していただく場合は牛乳を 60ml、 牛乳を加えることで水分量が多くなりますので、その分お水の量を減らしてください。なので牛乳を使った場合はお水の量は 40ml になります。牛乳を入れるタイミングはお水と一緒で OK です。あとですね、スキムミルクを使うとですね、柔らかい仕上がりになります。なので今回作るブリオッシュみたいなちょっとふわっと柔らかくさせたい時は牛乳よりね、スキムミルクがおすすめです。ということでこの中にスキムミルクも入れます。そして最初にこの粉類を混ぜます。この粉類が全部混ざってからこちらドライイーストを加えます。このドライイーストなんですけれども、塩に直接触れるとドライイーストのイースト菌が死んでしまいます。なのでこうやって塩を加えて他の粉と混ぜてからドライイーストを入れるようにしてください。はい、じゃあこれを入れます。そして混ぜます。このようによく混ざりました。それではここに計量した卵と、あと水を加えます。こちらを混ぜていきます。だんだん生地がひとまとまりになってきます。それまではボウルの中で混ぜていきます。このように生地がまとまりました。そしたらボウルから出して手ごねしていきます。ここに先ほどの生地を出します。はい、手をしっかり洗っていただいて10分しっかりと手ごねしていきます。最初はね、結構手にベタつくんですけれども、こねているうちに手にねつかなくなってきます。生地を下に押しつぶすようにこうやって練っていきます。で、こね方としてはこう引っ張って押しつぶして引っ張って生地を下に押しつぶすようにこうやって練っていきます。はい、10分経ちました。全然ね、手にもきっつかないぐらいになりました。では少し生地を開いていただいて、ここに常温に戻したバターを入れます。で、この時ね、バターが冷たいとなかなか生地と混ざり込まないので、必ず常温に戻してください。で、これをまず包みます。で、このバターを入れるとまたね、生地が手にくっつくんですけれども、しっかりこねてるとまたね、生地がまとまってきます。で、このバターを入れてからは5分ほどこねてください。で、最初はね、こう混ぜづらいんですけれども、きちんとこね続けていると生地にしっかりとバターが馴染んできます。今2分半ほどこねたんですけれども、だんだんこのようにまとまってきます。今5分経ちました。先ほどより生地にツヤが出たのが分かりますかね。これで OK です。こんな感じです。はい、そして生地もこのように滑らかになってます。それではですね、この生地
地をボウルに入れていただいて、乾燥しないようにラップをします。または濡れ布巾があれば濡れ布巾をね上にかぶせて、このまま一次発酵します。はい、一次発酵が終わりました。先ほどと比べていただくと分かると思うんですけど、かなり膨れました。で、一次発酵がちゃんとできているかチェックします。指に強力粉をつけていただいて穴を開けます。穴を開けて、このまま生地が戻ってこなければ OK です。この時に生地が戻ってきてしまうようですと、まだ発酵が足りないので、追加で10分ずつ置いてチェックしてみてください。それでは出します。はい、一旦こちらをガス抜きします。8等分にします。8等分にしましたら、それぞれねこうやって取り出して、こちらを丸めていきます。軽く引っ張ってつまんで、引っ張ってつまんで、引っ張ってつまんで、このようにだんだん丸くしていきます。はい、このぐらいです。口もこのように閉じてください。引っ張ってつまんで、引っ張ってつまんで、引っ張ってつまんで、引っ張ってつまんで丸くしていきます。はい、こちらをね全部丸くしていきます。丸めたら上にラップをしっかりとかけて乾燥しないようにしてください。このままベンチタイムを10分取ります。ベンチタイムが終わりました。それでは今からガス抜きして一つずつ丸め直していきます。丸めないものには乾燥しないようにラップをねかけておきましょう。まずもう一度ガス抜きします。はい、これはしっかりとガス抜きしてください。それでは生地をまず引っ張ってつまんで、引っ張ってつまんで、これを繰り返していきます。そうすると表面が伸びて、このように綺麗でつるっとした表面になります。このようにねきちんと口も閉じましょう。これが最終的な形になるので、丸く綺麗に仕上げるようにしてください。このように天板の上にオーブンシートを敷いていただいて、乾燥しないようにねラップをしておきます。ガス抜きをして、はい、生地を一旦くるっと丸めて閉じる。この両脇空いてるところを引っ張って閉じる。これを繰り返していきます。はい、こんな感じです。それでは残りの生地も作っていきます。今から2次発酵させていきます。今回はですね、こういうパン生地よりも高い器にお水を入れます。こちらは乾燥を防ぐためにね入れます。少し離していただいて、そしてふんわりとラップをします。できるだけねパン生地にラップがつかないようにしましょう。はい、これで OK です。これで二次発酵させていきます。で、この時も暖かい場所で二次発酵させてください。このまま40分発酵させます。はい、二次発酵が終わりました。二次発酵すると生地が 1.5 倍から2倍ぐらいの大きさになります。それではオーブンを180度に予熱してください。こちら余っておいた卵液を塗っていきます。今大さじ1杯ぐらいの卵液が残ってます。小さじ1/2の1のお水を入れます。そして混ぜます。で、少しね卵液を薄めましょう。それではパンの表面に塗っていきます。それではですね、オーブンが温まったので180度のオーブンで12分焼きます。はい、いい感じに焼き上がりました。それではね、こういったケーキクランの上とか下が空いてるものの上に移動させます。この時ねパンすごく熱いのでやけどしないように注意してください。それではこのままパンの粗熱を取ります。今から生クリームを作っていきます。冒頭でも言ったんですけれども、今回3種類作ります。1つが練乳生クリーム、そして2つ目はいちご味です。で、こちらセリアさんで買ったんですけれども、いちごパウダーですね、この単品ですと色が出ないので、こちらもセリアさんで購入しました粉末の食用色素。これ天然着色料で赤ビートの根から輸出した色素になります。こちらを使って色付けします。そしてこちらもねセリアさんで購入しました抹茶パウダーで緑色を作ります。それで
ではそれぞれの生クリームの材料を紹介します。まず練乳生クリームです。こちら生クリーム、練乳、この2つで作っていきます。そしていちごパウダーの材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、いちごパウダー、粉末食用色素です。こちらの材料で作っていきます。そして抹茶の生クリームの材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、抹茶です。この3つの材料で作っていきます。それではまず練乳生クリームから作ります。ボウルに生クリームと、あとは練乳を入れます。そして冷水に当てながらしっかり固めに泡立てていきます。はい、泡立て器のこの羽の部分にこのぐらいくっついてしまうぐらい結構ね固めに泡立ててください。それでは絞り袋をこのようにセットしていただいて、今回はね口をあえてつけません。でこの絞り袋の中に生クリームを入れます。ポトッと口の部分は使う直前に切ります。ではこちらを冷蔵庫で冷やしておきましょう。それではいちごの生クリームを作ります。まずボウルにいちごパウダー、そして食用色素です。この食用色素はですね、お好みの量を入れてみてください。最初は 0.1g から 2g ずつぐらい入れてみてください。そこからはね、もうお好みで調整してください。そしてここにグラニュー糖です。まずこの粉類だけ混ぜます。で、軽く混ざったらここに生クリームを少しずつ加えていきます。そして混ぜます。このぐらいになったらまた少し加えます。でこのようにどんどん緩くしていきます。はい、このぐらいですかね。それでは最後ね、氷水に当ててハンドミキサーで仕上げます。こちらも固めの生クリームに仕上げます。はい、このぐらいしっかり固めに泡立てます。絞り袋の中に入れます。冷蔵庫で30分ほど冷やします。それでは最後抹茶を作ります。抹茶を入れます。そしてグラニュー糖、まずこの2つを混ぜ合わせます。そしてここに少しずつ生クリームを加えます。そして混ぜます。はい、でこのようによく混ざったら氷水に当てていただいてしっかりと泡立てていきます。はい、抹茶もしっかりと固めに泡立てます。絞り袋の中に入れます。冷蔵庫で30分冷やします。はい、冷めました。それでは今から生クリームをサンドしていきます。まず斜めにね切れ込みを入れます。はい、このように斜めに切れ込みを入れます。それではこういったナイフを用意していただいて、で絞り袋の口を切ります。この中に詰めていきます。で少しねこう指を挟んで口を開けます。そして絞り出します。ニュ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 と、はい、で結構ねはみ出ちゃって OK です。そして仕上げにこのナイフでちょっと余分なクリームを取って、この隙間があると思うんですけど、ここにも一旦生クリームくっつけちゃいます。でそこから取ります。こんな感じです。あと余分なところもこうやって取り除きます。このように端っこもきれいに埋めます。それでは他のクリームを同様に詰め込んでいきます。最後に粉糖をかけて仕上げます。練乳クリームはこれで完成です。続いていちごです。いちごもまず粉糖をかけます。いちごはですね、いちごパウダーもかけます。いちごはこれで完成です。そして最後抹茶パウダーも粉糖をかけます。そして抹茶パウダーを上からかけます。抹茶はこれで完成です。これでクリームたっぷりマリトッツォの完成です。こんな感じに仕上がってます。こちらが練乳ミルク、そしてストロベリー、そして抹茶です。こんな感じに仕上がってます。それでは半分に切ってみたいと思います。断面はこんな感じに仕上がってます。それではいただきます。すっごい美味しそうですよ。もうこんなにクリームたっぷり入ってます。手づかみで失礼します。いただきます。
パンの絶妙なこのミルクの風味の甘さとこの生クリームが最高に美味しいです。そして続きましていちごです。いちごちゃん、これも切っていただきます。それではいちごいただきます。いちごはちょっと甘酸っぱいこの生クリームがいいですね。最後抹茶、それではいただきます。抹茶はまたねこの2つと雰囲気が違って和の味ですね。今日も美味しく仕上がりました。今回のマリトッツォのポイントです。まずマリトッツォのパン生地を作る時のポイントなんですけれども、最初に強力粉、スキムミルク、お砂糖、塩、この4つを合わせて、その後にドライイーストを入れてください。でドライイーストはですね、直接塩に当たってしまうとイースト菌が死んでしまうので、直接塩に当たらないように他の粉と混ぜて、そこから入れると上手に混ざります。そしてですね、一次発酵のポイントは穴を開けて、その穴が押し戻ってこなければ一次発酵は OK です。そして二次発酵はですね、だいたい 1.5 倍から2倍ぐらいの大きさになっていれば OK です。あとは乾燥させないことがすごく大切なので、しっかりラップをして発酵させるようにしてください。二次発酵の時は特に乾燥しやすいので、少し高さのある小瓶などにお水を少し入れて、それを置いていただいて、そしてラップで覆って生地がねラップにつかないように発酵させるのがおすすめです。クリームを挟む時はですね、切れ込みを少し斜めに入れてください。そうするとこういった綺麗な形に仕上がります。あとクリームを絞り入れる時はやっぱり絞り袋で入れるのが一番楽ちんかなと思います。あとはナイフなのでヒュッと生クリームを削ぎ取ってください。そうすると表面がとても綺麗に仕上がります。今回の分量ですと8つ作ることができます。大きさはですね、直径10センチから12センチぐらいの大きさになります。もう少し大きいサイズで作りたい場合は6等分ぐらいにしていただくといいかなと思います。ということでこのようにマリトッツォはお家でも作ることができます。ね、少しね時間はかかるんですけれども、すごく美味しいのでぜひ作ってみてください。今日は生クリームたっぷりのマリトッツォを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。